こんにちは、写真家の井上弘樹です。いつものスタジオからではなく、皆様には早朝小狐撮影にお付き合いいただきたいと思います。今午前1時、200キロほど先の十勝地方へ向かっていて、夜明けの頃に小狐を撮る予定です。深夜時間帯の車での移動はエゾシカの飛び出しに気をつけなければなりません。エゾシカと衝突した時のダメージは車が廃車になるレベルなので、細心の注意が必要です。鹿さん、そっち行け。よし。さあ、空が明るくなってきました。少し湿気が高くて霧が出てきそうです。やっと目的地に到着しました。素敵なところです。今日も小狐たちに会えるよう願いながら、車を草むらの中に進めていきましょう。さあ、今日はここで小狐を待つことにしようと思います。毎年というほどではないのですが、数年に一度子育てが行われている場所です。今年はここで子育てが始まっていました。ここは巣穴が草やぶの中にあるので、巣穴を直接観察することができないのですが、少しね離れたところに車を止めることができて、そこから巣穴に通じている草やぶを観察することができるので、ここから子狐を撮影する機会を探りたいと思います。どこを監視しているかというと、この位置なんですね。だいぶゴミが散らかっています。このゴミを一つ一つを見ると結構傷だらけです。人間がここにばらまいたのではなく、狐母さんや父さんが子狐たちのためのおもちゃとしてどこからか拾ってきたものだと思います。それがたまったんですね。実際子育ての時期に狐母さんや父さんが食べ物以外のさまざまなものを巣穴に運んでいるのを見かけます。そしてこれが子狐が出入りしている場所です。草が不自然に倒れていて緑のトンネルになっているのがわかると思います。これらは子狐探しをする時の重要なヒントになります。ちょっと草むらがもぞもぞしてきているので行ってきたいと思います。音鳴らないようにね。いい撮影でした。素敵なカットがいっぱい撮れたような気がします。ここはね、抜けがいいんですよね。小狐の向こう側までね、河川敷の道が続いていて、その道が全部緑が増えてきていて、わーっとね、緑のボケができるんですね。よかったですね。素敵なカットが撮れた後で心配になるのが、そう、撮影先でのバックアップなんですね。朝ごはんを食べた小狐たちは一通り遊んで、今見えないけど巣穴の周りで眠ってしまってるのかなと思います。せっかくですから、その間に井上のちょっとテンション上がってるね。その間に井上の撮影先でのバックアップについてお話をしたいと思います。まずこちらの図は、この写真表現ゼミで何度か皆様にお話をしてきた写真や映像のデータをどのように井上が取り回しをしているのかを示した図です。このうち撮影現場ではこの図の左側の取り回しをしています。この青い部分ですね。カメラから USB-C やメモリーカードを使ってノート PC に接続した SSD に全データを流し込む。写真も映像も全部流し込むということをしています。これらは最もオーソドックスというか従来の撮影データの転送方法です。外付けポータブル SSD へローや映像の全データを転送してバックアップできる方法で、その中でセレクトや現像作業をして重要な写真や映像をクラウドストレージサービスである Google ドライブやドロップボックス、さらにはソニーのクラウドサービスのクリエイターズクラウドにアップロードをするという方法をとっています。そうするとより確実に全てのデータをバックアップできるので安心なのですが、作業のためにはノート PC や外付けポータブル SSD が必要となるので、ちょっとね取り回しが面倒だなと思っています。ではこのカメラからスマートフォンへの直接のバックアップはどうでしょうか。スマートフォンに転送しておけば、転送された写真と映像というのはスマートフォン本体だけではなく、スマートフォンの OS に搭載されている写真アプリによって Google とか Apple のクラウド上にも転送されます。その結果、転送した写真や映像についてはカメラの中に入っているメモリーカード、そしてスマートフォンの本体、そして Google とか Apple のクラウドにデータが存在することになって、
バックアップが二重化されるんですね。スマートフォン本体と、そしてクラウドの2箇所にバックアップが行われることになります。キツネ大丈夫だよね。寝てるよね、多分ね。井上が使用しているソニーのカメラ α シリーズでは、カメラからこのスマートフォンへのデータ転送はクリエイターズアップというスマートフォン向けのアプリを使用します。転送方法としては、カメラとスマートフォンを Wi-Fi を使って無線転送する方法と、カメラとスマートフォンをこの USB-C ケーブルで接続して有線転送するという方法2つがあります。カメラからスマートフォンへ Wi-Fi を使って無線接続をしてデータを転送してみましょう。井上は撮影中状況が一段落するタイミングで EVF 電子ビューファインダーを覗きながら撮影した写真のチェックをします。なんかこれいいの撮れてるな、いいの撮れてるなと思ってね、これ見るわけですよ。いいのが撮れてたなと思ったら、ここのね、僕ね、カスタマイズ3っていうボタンにレーティングのボタンを振っていて、これをポチッポチッと押していくんですね。こうやって押すと、ここにこうやって星マークがつきます。この星マークをよく撮れたなと思う写真にポチッポチッとつけていくんですね。あと映像データの場合は、その素敵な数秒間のところにはショットマークっていうのをつけておいて、これはね、僕ね、カスタマイズ1に割り振ってます。これをピコッと押しておきます。ソニーのクリエイターズアップではレーティングのマークをつけたりショットマークをつけておいた写真について、映像についてだけを転送するという機能があるんですね。選択的に転送することができます。その転送速度はカメラ側の Wi-Fi 設定を 2.4 ギガから5ギガにしておくと体感するほど速くなります。近頃この USB を使った有線転送もできるようになりました。その転送速度はとても速くて、 Wi-Fi 接続時に起きるような接続の不安定さっていうのからね、解放されるんですね。快適です。その転送方法も簡単で、クリエイターズアップの指示通りに USB を接続するだけなんですね。こうやってぐさっと。この USB 接続で転送する写真は残念ながら今のところスマホ上で一つ一つ選ぶ必要があって、先ほど出てきたレーティングの星マークとかね、こういうのを使った絞り込みの転送ができないっていうのがいまいちなんですね。さらに言うと、この機能を使うためには USB 給電の機能をオフにしなきゃいけないんですよ。これもいまいちです。こういったね、いまいちな点をしっかりと乗り越えてほしいなと思います。こんな接続方法もあります。次にカメラからクラウドへのデータ直接転送っていうのを見てみましょう。こんな方法もあるんですね。カメラがあらかじめ登録しておいた Wi-Fi のアクセスポイントに接続して、カメラの電源をオンオフオンとすることをきっかけとして、自動的に任意の写真や映像を直接クリエイターズクラウドに転送するという機能なんですね。この機能は便利なのですが、あらかじめ登録しておいたネットワークアクセスポイントに接続する必要があるんですよね。社内 Wi-Fi はどうかなと思ったんですけど、これいっぱい転送したらすぐパンクするじゃないですか。5G でテザリングでやろうかなと思ったらね、ちょっとなんかテザリングの接続が不安定なんですよね。一般的な Wi-Fi 環境ではうまくいきました。その意味ではちょっと撮影先ではこのクラウドへのデータ直接転送というのは今の段階ではまだ難しいかなと井上は感じていて、結局のところ、スマホに対して Wi-Fi で飛ばして大事なデータだけは確実に二重にバックアップをするという方法をとっています。ソニーのクリエイターズクラウドへの転送が行われることで、バックアップはさらに強化されることは猶予を待ちません。そうですよね。クラウドに保存される場所が増えるわけですから、二重と言わず三重ってなるわけですけども、もう一つ井上にとって嬉しいことは、クリエイターズクラウドに転送されると、その中にあるマスターカットというサービスと連携されて、転送された映像が分析されるんですね。その分析が手ブレ補正のための処理に使われたり、音声については風、そして声、あとは様々なノイズなどの音の分量をAI を使ってしてくれるんです。そうするとその後の映像編集が一気に楽になるんですよね。手ブレ補正を自身の PC の中でやるってね、結構パワーがいるんですよ。でもそれをソニーのクラウドの中の有り余るパワーの中でね、やってもらえるんだったらそれは楽ですよね。実際にそのブレ補正をちょっと見てみましょうか。こちらがオリジナルです。ガクガクと手ブレしているのがわかります。そしてこちらがマスターカットによる手ブレ補正をした状態。映像とともに記録されている加速度のログを使っているそうです。仕組み上周囲が切り取られていますが、
かなり強力に手ブレが除去されていることがわかります。ただ悩ましいのは、この機能を使うためにはカメラとレンズ側の手ブレ補正機能をオフにしておかなければならず、カメラとレンズ側の手ブレ補正機能とこのマスターカットによる手ブレ補正がどちらが良いものなのか、この点については井上はまだ決めかねているところです。とはいえ、一般的な編集ソフトに付属している手ブレ補正機能よりずっと効果的で心強い機能だと感じています。ここからはマスターカットによる音の分離の効果を聞いてみましょう。こちらがオリジナルです。草陰から子狐がそっとこちらの様子を伺っています。日没が近づいてカエルたちが一斉に鳴き始めました。ここで残念だったのが、聞こえていますよね、この風が吹き始めてボボボボボボと風の音でいっぱいになってしまっています。マスターカットでは AI を使った音の分離をすることができて、例えばこの風の音を分離して小さくすることができます。いかがでしょうか。カエルたちの鳴き声がしっかりと聞こえてきましたね。これいいですよね。単なるバックアップだけじゃないってことなんですね。ソニーの一眼デジカメ α のユーザーはちょっとね、便利に、そして付加価値のあるバックアップが撮影先からできるんですね。おーっと、また出てきたね。こっち見てるな。でも警戒して見てる感じだからね、車から降りない方がいいような気がします。様子を見ましょう。ここでギャンと吠えられたらね、嫌ですからね。やめときます。はい、今回の子狐探しではこんな素敵な瞬間に会うことができました。今回の写真表現ゼミでは、撮影先の撮影データのバックアップについて井上が採用している方法をご紹介しました。ノート PC だけでなく、スマートフォンやカメラからより安全なクラウドにバックアップができるという新しい時代がやってきていることに感謝しながら、これからも素敵な瞬間を追いかけたいと思います。このチャンネルでは次回も新たなテーマとともに写真表現の楽しさについてお話をしていきます。楽しかった、これからも知りたいという方は高評価を、そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた。